ばっかじゃねえの。女のくせに出世なんかして何が楽しいんだよ。その言葉に私は手を止めた。聞き捨てならないセリフに悔しさで口を引き結ぶ。そんな私の様子に和孝はますます調子に乗り言葉を続けた。聞こえただろ。女が仕事にのめり込んだってろくなことにならねえんだよ。それにお前が管理職になったら俺の負担が増えるんだよ。仕事を続けるという条件で結婚したはずなのに、冷たい言葉に彼への愛情が消えていく。私は池田愛美、33歳、広告代理店で働いている。この仕事は私の誇りであり、生きがいでもある。仕事が忙しくても、広告が世に出た瞬間の達成感は何にも代え難い。だからこそ、私は結婚しても仕事を続けたいと思っていたし、それを結婚の絶対条件としていた。夫の池田和孝とは同じ会社で働いている。彼は営業部、私は企画部。仕事中に直接絡むことは少なかったが、社内イベントなどを通じて距離が縮まった。和孝は社交的で上司にも部下にも好かれるタイプだった。和孝と出会ったのは私が今の会社に入社して3年目の頃だった。彼は私より1年先輩で営業部に所属していた。初めてしっかり話したのは会社の懇親会だった。仕事帰りに行われた飲み会で偶然隣の席になったのがきっかけだった。企画部って大変そうだよな。クライアントの要望とか厳しいんじゃない？ビールを片手に和孝がそう聞いてきた。でも仕事にやりがいを感じていた私は首を横に振った。へえ、まなみさんって仕事好きなんだな。そんな風に私の仕事に対する情熱を理解してくれる人は少なかった。和孝は気さくで話していると妙に居心地が良かった。それから何度か社内で顔を合わせるうちに自然と連絡を取るようになった。仕事帰りにご飯を食べに行ったり、休日に映画を見に行ったりと、気づけば私たちは付き合うようになっていた。和孝は私の仕事への理解を示してくれていた。お互いに仕事を頑張る姿を認め合う関係が私は心地よかった。和孝は営業職としてクライアントの対応に追われ、私は企画部の広告戦略を考え続ける日々。忙しさのベクトルは違っても仕事に向き合う姿勢はどこか似ていた。最近営業成績伸びてるらしいじゃない。ある日仕事終わりに食事をしていた時、私は軽く和孝に声をかけた。彼は照れくさそうに笑いながら焼き鳥を口に運ぶ。まあな、大口のクライアントを取れたのが大きかったよ。まなみこそ最近手掛けた広告が好評だったんだろ。あれね。クライアントが細かい注文を出してきて大変だったけど、その分結果が出てよかった。やっぱりお前は仕事が好きなんだな。そう言って笑い合いながら私たちはお互いの仕事について語り合った。疲れているはずなのに仕事の話をするとなぜか元気が出る。彼もまた同じように感じていたのかもしれない。付き合っている間、仕事の愚痴を言い合うこともあった。でもお互いの頑張りを認め励まし合える関係だったからこそ、和孝との未来を思い描くことができた。だからこそ彼との結婚を考えた時、私は仕事を続けることを絶対の条件にした。俺も共働きがいいと思ってるし、まなみが仕事を続けるのは賛成だよ。今の時代共働きが普通だし、まなみが仕事を辞める理由なんてないだろ。彼はそう言い、何の迷いもなくうなずいてくれた。その言葉を信じて私は彼と結婚することを決めた。まさかあんな裏切りが待っているとは、この時は思いもしなかった。結婚してしばらくは順調だった。和孝は私の働き方を認めてくれていた。だが、半年ほど経った頃から少しずつ違和感を覚え始めた。まなみ、そろそろ昇進の話とか来てるんじゃないのか？夕飯の支度をしながら私は軽くうなずいた。私は昇進の話をもらった時、
とても嬉しかったのだが、昇進の話を断ったのだ。和孝は驚き目を見開いた。管理職になったら今以上に忙しくなるでしょ。そうなったら家のことが回らなくなるし。和孝はお前がそう決めたならと言っていたが、内心どこか納得していないような表情だった。今思えばこの時点で気づくべきだった。私が昇進を辞退したのは和孝との生活を円満に続けるためだった。夫婦共働きなら家事は分担してお互い助け合うものだと思っていた。けれど和孝は共働きに理解を示したようで、そうではなかった。家事は手伝い程度しかしてくれず、ほとんど私が補っている。私が妥協するのは気が進まないが、仕事と家庭のバランスを取ることができる。共働きをする上で、それが最善の選択だと思っていたのだ。でも、それが間違いだったことを、私はまだ知らなかった。まなみ、実家の農業を手伝ってほしいんだよな。だから、平野お前が辞めるのが筋だろ。ある日、和孝が突然こんなことを言い出した。私は思わず手を止めた。どういうことかと理由を尋ねると、和孝はさも当然というように言った。うちの親ももう年だし、そろそろ誰かが継がないといけないんだよ。和孝の実家が農業を営んでいることは知っている。結婚前に何度か訪れたこともあり、義両親が畑仕事に精を出している姿も見ていた。それでも、私は聞き返さずにはいられなかった。まさか、私に仕事を辞めて農業をやれってこと？何も考えずに言っているのが分かった。彼の口調はまるで明日からゴミ出し頼むわとでも言うような軽さだった。これには黙っていられない。結婚するときに私は仕事を続けることが条件だったのだから。ちょっと待って。私たち結婚するときに約束したよね。仕事を続けるって。ああ、それは共働き前提での話だろ。でも今は事情が違うんだよ。俺はもう役職がついてるし、お前は平社員だろ。お前が仕事を辞めるのが筋じゃないか。私は自分の耳を疑った。今まで家庭のために昇進の話を何度も断ってきたのだ。それを軽く言うなんて。いやいや、昇進を蹴ってまで平社員でいるなら仕事辞めても大差ないじゃん。瞬間、何かがプツンと切れ、自分でも驚くほど冷たい声が出た。あなた、何言ってるの？私は、ただ昇進を蹴ったんじゃない。あなたとの生活を考えてそうしたの。それなのに、あなたは平社員だから仕事を辞めても同じって言うの？だって、お前が役職持ってたら俺の負担が増えるだろ。だったら、専業主婦になった方が合理的じゃん。合理的？それを言うなら、私が仕事を辞めることこそ非合理的だ。私は今まで、高之のために昇進を断ってきた。家事の負担が増えることで、彼に負担をかけたくなかったから。でも、彼の考えは違った。私はただの平社員で、仕事を辞めても大差ないということだった。彼の言葉から滲み出るのは、私の努力を全く評価していないという事実だ。バカにするのもいい加減にして。あなた以上に昇進すれば、私が仕事を続けても文句ないのよね。は？何言ってんだよ、まなみ。和孝は一瞬きょとんとした顔をした。私の心は決まった。そのままの意味よ。だったら、私があなた以上の役職について、平社員でなくなれば、私が仕事を続けても問題ないってことでしょ？冗談で言っていると思ったのか、高之は鼻で笑った。そして腕を組み、私を見下ろした。お前が俺以上？いやいや、無理に決まってるだろ。お前は今まで昇進の話があったのに断ってきたんだろ。その間に俺はしっかりキャリアを積んでるんだよ。そうね。でも、私は断り続けてきただけで、会社の評価は変わってないのよ。私の強気な言葉に高之の表情が曇る。それを見て私は確信した。まだ間に合う。私はやれる。
ある晩、私は夕飯の準備をしながら、高雪の機嫌が悪いことに気づいていた。目を合わせようとせず、ソファーに座ったままスマホをいじっている。いつもなら何かと話しかけてくるのに、今日は無言だった。しかし、食事が終わると、突然不機嫌な声で口を開いた。なあ、まゆみ。お前、本気で昇進するつもりか？当たり前でしょ？私が冷静に答えると、和孝はチッと舌打ちをして、ため息をついた。ばっかじゃねえの。女のくせに昇進なんかして何が楽しいんだよ。その言葉に私は手を止めた。聞き捨てならないセリフに悔しさで口を引き結ぶ。そんな私の様子に和孝はますます調子に乗り、言葉を続けた。聞こえただろ？女が仕事にのめり込んだってろくなことにならねえんだよ。それに、お前が管理職になったら、俺の負担が増えるんだよ。そう言いながら、和孝はテーブルを叩き、私を威嚇する。家事だってお前の仕事だろ。なんで男の俺が手伝わなきゃいけないんだよ。それが普通だろ。私はそっとポケットに手を当てた。実は、ポケットの中には小さなボイスレコーダーがセットされているのだ。つまり、私は昇進するべきじゃないってこと？当たり前だろ。お前みたいな平社員は家のことだけやってりゃいいんだよ。その瞬間、私は心の中で笑った。ありがとう。離婚の決定だ。いただきました。この会話が私の決意をさらに固めた。もう、迷いはない。翌日、私は出社するとすぐに上司に話を持ちかけた。高橋課長は話のわかる素敵な上司だ。高橋課長、先日いただいた昇進の話ですが、改めてお受けしたいと思います。やっと決心したのね。あなたならきっといいマネージャーになれるわ。高橋課長は一瞬驚いた顔をしたが、すぐににっこりと微笑んだ。その言葉を聞いた瞬間、私は安心した。やはり、会社の評価は変わっていなかったのだ。私が昇進を断り続けていただけで、上司は私の能力を買ってくれていた。正式に昇進の話が進み、社長からも承認が下りた。私の新しい肩書きは、企画部マネージャー。管理職としての新たなスタートを切ることになった。仕事が終わり、家に帰ると、和孝はリビングでスマホをいじっていた。私は夕飯の準備をしながら何気ない風を装って報告した。今日、正式に昇進が決まったわ。和孝が怪訝な表情で顔を上げる。私はもう一度、正式に昇進が決まったこと、来月からマネージャーになることが決まったことを説明した。和孝は信じたくないのか、焦った様子で声を上げた。ちょっと待てよ。それ、本気で言ってるのか？和孝の表情がみるみるうちに険しくなる。お前、何考えてんだよ。管理職になったら、今まで以上に仕事が忙しくなるだろ。家事をどうするんだよ。私は呆れてしまった。共働きの時点で家事は折半が普通のはずだ。和孝が何もしないから仕方なく家事もやってたけど、これからは違う。和孝、あなたも役割分担で家事をしないと。私は役割分担という言葉をあえて強調した。これは和孝自身が私に仕事を辞めさせようとした時に使った言葉だ。いやいや、俺は営業部で役職付きだからそんな時間ないんだけど。そうね。だったら役職付きのあなたが仕事と家事を両立する見本を見せてくれればいいわね。私の言葉に和孝はぐっと詰まる。それから数日、和孝の態度はどんどん悪化していった。食事をしている時も、寝る前の何気ない会話の中でも、必ずと言っていいほど嫌味を挟んでくる。最初は軽い冗談のように聞こえたが、日に日にトゲが増していった。何度か聞き流していたけれど、次第にそれが私の耳にまとわりつくようになった。彼の言葉には明らかに、女が仕事で成功するなんて無意味だというニュアンスが含まれていた。
私は彼に支え合う関係を求めたはずだった。互いに尊重し、励まし合いながら共に成長できる関係を築きたかった。けれど、和孝はそんな私の期待をあっさりと裏切ったのだ。和孝は私が彼より下にいることが前提だった。昇進を断った私には穏やかに接していたのに、昇進を受けた私には不満を抱く。私が成長することが彼にとって脅威になっているのだろう。呆れを通り越して滑稽にすら思えてきた。私は食器を片付けながらさらりと言った。心配しなくても私はやめないわよ。今はまだあなたの方が上かもしれない。でも私はここからもっと上に行くわ。お前、俺より上になりたいのか？彼の顔が険しくなるのが分かった。その問いに私は少し笑って静かに答えた。あなたが、平野お前が辞めるのが筋って言ったんじゃない。だったら、私は努力して上を目指すわ。じゃあ、俺も昇進する。お前に生意気な口は叩かせないからな。あら、楽しみだわ。自分のこと一つできないくせに、どれだけの仕事をこなせるのか見てみたいわ。沈黙が落ちる。和孝は何か言いたげに口を開きかけたが、結局何も言わずにそっぽを向いた。もう彼の機嫌を伺うつもりはない。私は自分の道を進むだけだ。それから和孝は俺も昇進すると意気込んでいたが、彼は営業成績がそこまでずば抜けて優れているわけではなく、平均的なものより下だった。だから社内の評価は決して高くはなかったのだ。そして案の定の結果だった。昇進するどころか成績不振を理由に地方支社へ異動が決まったのだ。異動決まったんだ。どうすんだよ俺。焦る和孝を見ながら私は心の中でため息をついた。私はもうあなたを支えるつもりはない。私たち離婚するべきよね。私は自分の仕事への情熱を否定された日からずっと離婚を考えていた。そしてすでに離婚届を準備している。和孝の地方支社への移動が決まり完全に吹っ切れた。もう昇進の見込みもないあなたとは結婚生活を続けていけないわ。私たち離婚するべきよね。その言葉を聞いた時の和孝の顔は今でも忘れられない。まるで自分が負けたとでも思ったような悔しそうな表情だった。でもそれでも彼は往生際が悪かった。待てよ、まなみ。お前、本気でそんなこと言ってるのか？ええ、本気よ。私はすでに準備していた離婚届をテーブルに置いた。それと、これまで私に浴びせてきた数々の暴言が入ったボイスレコーダー。彼の前にそれを突きつけた。なんだよ、これ。見ての通り、暴言の証拠と離婚届よ。あなたにはサインをする役割があるわね。おう、それと、慰謝料の支払いもね。和孝はしばらく何か言いたげに口を開いたが、結局何も言わなかった。そして、震える手で離婚届にサインをして、そのまま家を出て行った。それから私は弁護士を通じて離婚の慰謝料を請求した。会社では何事もなかったかのように仕事に打ち込んだ。マネージャーとしての責任は増えたが、それ以上にやりがいを感じていた。一方、和孝はというと、地方支社での仕事はうまくいっていないようだ。新しい環境に馴染むことができず、人間関係を築くのにも苦労しているのだろう。しばらく連絡もなかったが、ある日、突然スマホが鳴った。発信者は、元夫の和孝だった。一瞬嫌な予感がしたが、私は電話に出た。まなみ、頼む。少し話を聞いてくれ。俺と一緒に実家の農業を手伝ってほしいんだ。え？何を言っているの？だから、農業を手伝ってほしいんだよ。仕事がうまくいかなくて、移動先で成果を出せないまま結局退職することになりそうなんだ。その瞬間、
私は思わず笑いそうになった。仕事を失ったから実家に戻って農業をやると言っている。平社員だった私に仕事を辞めろって言ってた役職付きの和鷹が結局無職になって農業をやるのだ。あなたが平社員の私を見下して好き勝手言った結果じゃないの？とにかく私はもうあなたには興味はないから。そう言って私は電話を切った。数日後、今度は義母から電話がかかってきた。まなみさん、話があるの。嫌だなと思いながら仕方なく話を聞くと案の定和鷹のことだった。仕事がなくなって家に帰ってきたのがかわいそうだから支えてあげてほしいとの内容だった。支える？私は思わず苦笑した。支えるって具体的にどうするんですか？もちろん、和鷹とやり直して一緒に農業を手伝ってほしいのよ。そういう義母が何を本気で言っているのかと私は疑いたくなった。本気よ。あなたたちは夫婦でしょ？それなのにどうしてこんなに簡単に別れようとするの？簡単？この数ヶ月間私は必死に考え抜いた。彼と一緒にいる意味があるのか、彼が支え合う相手にふさわしいのか。そして私はノーという答えを出した。お母さん、私は夫婦という言葉を都合よく使うつもりはありません。そして私は電話を切った。その後、和鷹からの連絡は途絶えた。だが最後に一度だけ彼からメッセージが届いた。金銭的に困っている。少し援助してくれないか。それを見た瞬間、私は呆れてしまった。まったく、離婚した妻に無心をするなんてどこまで情けないのか、和鷹に対して失望しか感じなかった。私はそのメッセージに返信することはなかった。その代わり、ブロックし、完全に連絡手段を絶った。私は今日もマネージャーとしての仕事に打ち込んでいる。和鷹は平だからやめろと私を見下し、結局自分が仕事を失う側になった。今の私はあの時彼がバカにしていた平社員ではない。会社から評価され部下を指導し、新たな企画を生み出す毎日を送っている。もう後ろを振り返ることはない。私は自分の人生を生きていく。